皆さん、こんにちはです。ミネオです。はい。本日は、装備効果何つけたいのさんという方のために、装備効果の方を、理解して、火力、格段に上げていく方法、こちら考えていきたいと思います。はい。で、これね、実際画面なんですけども、装備関係ですけども、頭、胸、手、ズボン、靴、で、武器関係はね、ちょっとクラスによるかと思いますが、そして、アミュレットと指輪2つという形になります。で、これ一応レア以上で基本的には4つ、効果がついて、かつ、レジェンダリーになると、まあ特殊効果ですね。星マークのついたオレンジの特殊効果がつくような形になります。で、これらですね、例えば足とか、まあ、ズボンとか部位によって、ある程度、何が効果がつくというのは決まってます。なので、何種類かのうちの4つ選ばれてますという形になります。なので、何でもかんでも適当についてるわけじゃなくて、部位によって、ある程度決められてるということなので、例えば靴に攻撃速度をつけたいでよっしゃって言っても、それはなかなかというかつかないでね。はい。そして、各クラスに、よって特有の効果というのもありますので、例えばこのソーサリーにしかつかない効果というのもあります。例えば、こちらのオフハンド。これの、マナコスト減少。まあ、こういったものは、基本的に、クラス特有のものとなっております。はい。なので、今回、各部位の、効果を大体、すべて紹介しつつ、ね、火力最大限に発揮する方法をやっていきたいと思ってます。はい。で、今回ですね、一応ダンジョンとか、ナイトメアダンジョンとか、まあ、ティア数が高くなったりすると、やっぱ構成が変わってきちゃったりしますけども、ね、かなり、例えば上の方のダンジョンになっちゃうと、やっぱ防御をとりあえず振っていかんと話にならんとかね。なんですが、今回一応汎用性高い範囲で考えてるのと、ナイトメアダンジョンで言うと、まあ60とか70とか、まあそこまで高くない範囲を想定してます。で、私が一応ソーサラーなので、そのあたり、踏まえながらの話になっちゃうんですけども、ある程度、クラス間の共用部分は考えて、やってるつもりですが、まあ、そのあたり、個人的な考えの部分もありますので、なんや、これ全然ちゃうでよっさってね、言わないようにお願いします。はい。では早速、ダメージ伸ばす考え方。こちらね、昨日も少し、別動画では紹介させていただいたりしましたけども、まず敵の攻撃に耐えて、絶え間なくスキルを打ち続ければ、まあやられないよねと。じゃあ、その中で、何に、必要があるかということなんですが、リソースがね、まあ常に満タンあるとかね、回復していっぱいあるよとか、あとやられる前にね、やっちまう火力があればいいんじゃねということなんですが、そのために必要なこと、こちらですね。はい。ダメージカテゴリーっていうのがディアブロ4、6つに分けられてます。はい。特殊効果、拍手ボーナス、脆弱ダメージ、クリティカルダメージ、そして、特殊ダメージボーナス、あと、スキルのパッシブ効果となってます。なので、この6つの、ダメージカテゴリーがあって、どれかにまあ属すると。ただ、これの問題点は、カテゴリーが同じもの同士は、加算されます。はい。プラスで計算される。なので、これカテゴリーが違うもの同士に関しては掛け算になるので、ダメージが伸びやすいんですね。はい。なので、できたらこのカテゴリーをバラバラに、装備の効果に付与しているのが一番良いということになり、さらに、この3番と4番、脆弱ダメージ、クリティカルダメージはそれぞれの、倍率がまた高くなってますので、この脆弱ダメージ、クリティカルダメージ効果がつく装備というのは必ずこの効果をつけないと火力が伸びにくいと思っております。はい。ということで以上を踏まえて各部位、じゃあ効果見ていきたいと思います。じゃあまず頭ですね。はい。頭。こちらですね、各種ステータス、ライフ最大値、まあ防御力、うんぬんかんぬんと、はい、いうところです。
で、個別の各クラスで、一つ欲しい効果が、最大のリソース値がプラスになるという効果ですね。はい。で、じゃあ何が選んだらいいのっていうことで、一応私の中で、先ほど言ったことを踏まえつついくと、一時はやはり、これですね。クールダウン短縮。はい。これ一応私もね、一応頑張っていろいろ今揃えてる最中なんですけども、ここにも書いてあるようにね、はい、クール時間タイム。なので、これすべてのスキルに適用されます。なので、これ詰めるだけ、これもね、装備効果としてつくところは、詰めるだけ積んだ方がいい。うん。先ほど言った打ち放題にするためには、このクールダウンをひたすら短縮していかないとというところ。で、見てわかるように、これ、アイテムパワー786で、クールダウン時間短縮最大値、まあ、これでいくと14.6までつくことになるので、これ7.7なんでかなりヘナチョコなんですけども、できたらまあ10%以上ぐらいのをつけていきたいところじゃないかなと。はい。そして、2つ目は、マナープラスですね。最大マナーがプラスになっている分。これ頭ついてませんけど、やはり打ち放題にするためにはリソースを最大値できる限りこれも上げていきたいというところです。はい。で、3つ目は、まあ防御力かなと。まあライフでもいいんですけども、先ほど言ったように、ちょっとずつやっぱり敵の攻撃痛くなってくる部分っていうのがあります。で、今回、防御力を上げると、物理、非物理攻撃から受けるダメージともに軽減されますので、まあ3つ目はまあ防御かなというところです。まあ4つ目は、お好きな感じで。まあ私全ステータスプラスつけてますが、まあそのあたりがいいかなと。ところじゃないでしょうか。はい、じゃあ続きまして、はい、胸。はい。私の場合これちょっともうユニークつけちゃってるんであれなんですけども、で、今回一応各装備、紹介していきますが、おそらく、一つないし二つはこういったユニーク装備で補う部分が出てくると思うんで、まあそれはそれで補っていけばいいかなというところです。はい、ちなみに、胸に関しましても、やはり大事になってくるのはダメージ軽減じゃないかと思ってます。はい。なので、まあ、胸ズボン、頭もかな、に関してはある程度、防御寄りに振っていくような形になってくるのかなと思います。はい。なので、胸に関しましては、特にね、ソーサラーの場合、まあ、近距離のクラスもそうかもしれませんけど、なんか知らん間にやられてるってよくあるんですよね。いつダメージ食らったのっていう。なので、遠距離ダメの減少は欲しい。はい。そして次にやはりライフ防御というところじゃないかなと思います。はい、じゃあ続きまして、手袋。はい、手袋ですね。はい、言わずと知れた攻撃速度がもうここしかつかねえっていうね。攻撃速度ここしかつかないからまあ上げとくしかないよねっていう。はい。で、今実際これも約10%程度上がります。なので、まあ、手袋に関しては、もうぶっちゃけ攻撃速度は、まあ、いるんじゃねえのっていう。うん。ここ上げていくことによって、基本攻撃回数が増える、イコールダメージ増えるということになってくると思うんで、うん。はい。で、二つ目ですね。はい。二つ目は、やはり、クリティカル率ですね。クリティカルヒット率アップ。これも、全体装備で積むと、だいたいマックス積んだらまあ結構いくと思うんですけど、50%ぐらいは割と積めると思うんで、そうすると体感的に、ああまあまあクリティカルダメージ出てるなっていうのは感じられると思います。なので、二つ目はやはりクリティカルヒット率。はい。そして、三つ目はね、これはまあ難しいけど、幸運系かな。幸運の一撃系。うん。幸運の一撃発生率プラスとか。幸運系は、特に例えば、私これもうあれなのかな。ズボンは書き換えちゃったからあれなんですけど、意外と発生率低いんですけど、割と積んでいけばそれなりに発生するっていうね、幸運の一撃。なので、幸運の一撃で、例えば、リソース回復しますとか、HP 回復しますっていうようなやつはあると思うんで、やはり幸運の一撃発生率っていうのもあながち捨てたもんじゃないかなと思います。まあ、4つ目に関しましては、独自のスキルとかはめていくのがいいんじゃないかなと。今回、だいたい3つずつぐらい、
ないし4つですけども、紹介しますが、余った部分っていうのは、できれば、まあ、その、プラスのスキルランクプラスとか、スキルダメージ上がるもの、そういったものをつけるのがいいんじゃないかと思ってます。はい。じゃあ、ズボンいきたいと思います。はい。ズボンですね。こちら、先ほど言いましたように、減少系がメインになってくるかなと。私の場合、特にやっぱり、遠距離からの敵、ほんと痛い。ということで、積んでます。なので、防御力及び回避率及びダメージ減少率がメインになってくるかなと思います。なので、先ほど言ったように遠距離減少及びライフ防御をメインに積んでいくのがいいかなと思ってます。はい。じゃあ続いて、ブーツ。はい。こちらですね。言わずと知れた移動速度付きという。はい。で、個人的には移動速度はね、やっぱないと、これちょこちょこっと積むだけでだいたい150%ぐらいまでいきます。で、最大移動速度っていうのは200%まで積めるらしいんですけども、1.5あるとむっちゃ速い。うん。ただ、まあ、後半戦になって、まあ、その面を防御力で補うのか、火力で補うのかという部分は出てくるかとは思うんですけども、現状はまあ、やはり、移動速度はちょっと入れていきたいとこじゃないかなと思います。はい。そして、二つ目ですね。はい。は、マナコスト減少です。これは、クラス特有になりますが、マナコスト減少が入るところっていうのは、先ほどと同じように、もう確実に入れていきたい。うん。結局、これでね、3つ4つ、コストが削減されることで、回転数が上がります。技の回転数が上がるので、やはりマナコスト入るところは、これ入れていきたいところです。はい。で、後に関しては、まあ、これあるように、例えばフロストノバですね。私ですと、ランク入れたりというところがメインかなと、靴に関しては思ってます。はい。じゃあ、続いて、アミュレットいきましょう。はい。これね、今回、アミュレットが何がやばいって、アミュレットが多分一番やばい。っていうか、まあ一番ないし2番目にやばいかな。うん。アミュレット今回、何があれっていうのが、その先ほど言った特殊効果を、付与することができるんですけども、レア装備に特殊効果付与したり、まあ、レジェンダリもそうなんですけども、その際にアミュレットが倍率が1.5倍になっていることが多くて、ここ結構重要ですね。防御系のスキル、スキルというか効果ですね、だったりとか、まあこれに関してもそうなんですけども。なので、ここのアミュレットに何の効果をつけるっていうのも結構大事になってくるかなと思ってます。はい。で、ここもそうですね。一つ目欲しいところはやはり、クールダウンの短縮です。ね、これ入ってないけどね。うん。クールダウン短縮はちょっと欲しいなっていうね。で、先ほど言った移動速度。まあ、これもね、ここか靴かしかないんで、どうしても欲しいかな、みたいな。はい。そして、クラス固有のマナコストの減少ですね。はい。コスト減少。リソースコストの減少。で、できたらここに防御系は欲しいなという。ないし、まあ、火力系のスキルをぶっ込むか。なので、アミュレットに関してはもうほぼほぼもうパンパンです。4つ。もう、これしかないっていう感じで。移動速度、クールダウン短縮、マナコストの減少、そして、防御。ただ、この防御ないし、削って、私ですとこのね、暴食の豪華とか入れてるんですけども、その辺はね、各スキルによって少し調整がいる部分かなと思います。はい、続いてじゃあ指輪。はい、指輪2つつけれます。ただ指輪に関してはもう、つける効果がもう絶対的効果の部分になるので、これはね、もう防ぎようない。はい。見てわかるように、クリティカルヒット率、クリティカルヒットダメージ、脆弱ダメージ。これは絶対いります。なので、3枠潰れちゃう。はい。そして、固有スキルの、最大マナが増える。もしくはリソース生成量というところを入れていきたいんじゃないかと
なので、クリティカルヒット、クリティカルヒットダメージ、脆弱、これに関して、入ってないともう指輪に関してはお話にならないという感じになるかなと思ってます。はい。お話にならない言うて、おっさんこれ入ってないでクリティカルダメージってね。これ一応リソース生成量入れてます。入れてますよがね。まあなかなかね、出ないね、指輪もね。言っちゃうとね。うん。なんですけども、これ、リソース生成量に関しては、結構ね、幅がでかい。これ見てわかるように7.6か18.5で、まあ、クラスにはよるかとは思うんですけども、意外と、まあ、10、20%近くあれば、まあまあいいかなというところもあったりするので、その辺は調整しながら入れてください。何でもかんでもリソース生成の場合入れ込んでしまっても若干無駄になってる気もします。はい。なので、その辺はちょっと様子見ながら、まあ、1箇所か2箇所ぐらいでいいかとは個人的には思ってます。はい。ということで、指輪はね、ほんと今回なかなか大事です。はい。なので、指輪厳選必須じゃないでしょうか。はい。じゃあ続いて、武器行きましょうか。はい。武器。はい。武器はちょっとクラスによってね、一つだったり二つだったり三つだったりということあるかと思うんですけども。はい。武器に関しましても、これはね、すいません。これユニークレアのモンスターなんで、これ効果3つしかついてませんが、まずはじめに、武器及びオフハンドに関しましては、こちらの上のアイテムパワーが非常に大事になります。もう効果以前にこのアイテムパワーです。このアイテムパワーによってこの毎秒ダメージが変わってきます。で、このアイテムパワーちょっと変わるだけで、この毎秒ダメージも全然変わってきます。はい。これはスキル倍率等に関わるダメージの根幹となるところなので、このダメージが、アイテムパワーが低いと、いくら効果が良くても、思ったように火力出ないということがあります。なので、現状は800以上ぐらいは欲しいところだとは思うんですけども、効果がね、悪くても、アイテムパワーさえ強ければ、火力っていうのはかなり出ることがあるので、その辺は要注意かなと思います。その上で、ぜひ武器に欲しい、効果というのはやはりクリティカルダメージ、脆弱ダメージです。この二つは、つきます。なので、この二つは本当は入れとかないといけない。で、三つ目欲しい部分っていうのが、コアスキルのダメージアップでしょうかというところかな。うん。もしくは、私のようにこのね、まあ、知力ステータス的な、各種クラスのステータスじゃないかなと思います。はい。これはちょっとね、私の場合はちょっとアイテムパワーで今回これ武器選んじゃってるんであれなんですけども、そのくらいアイテムパワーは結構ね、武器に関しては大事というところです。はい。じゃあ続いて、オフハンドですね。はい。こちらに関しましても固有の、効果、マナコスト削減、および、クールダウン短縮。これ大事。はい。今回2つ入ってますね。これめちゃめちゃ大事。しかも結構上の方の数値ついてるっていうね。うん。はい。なので、この2つが絶対的に欲しいのと、あとはやはり、クリティカルリッチアップ。ね、今回入ってないけど、クリティカルリッチアップ。欲しい。で、時点として、上にあるような幸運の一撃発生率プラスのパーセントかなと。わおはい、すいません。ちょっと画面落ちちゃった。はい。ということで、ね、幸運の一撃発生率かなというところです。はい。で、縦にね、オフハンドルも縦に関してもまあ似たような構成になっているかと思います。はい、というところで、ね、今回一応各部位の効果、おすすめ効果というところで見ていきましたけども、あとね、これ気をつけた方がまあいいかなっていうところは、まずね、宝石に関して、こちらの指輪アミュレットはもうドクロ一択じゃないかなと現状ですけども。はい。で、今回何が痛いって、毒とかね、結構やばいですよね。で、基本はここライフつけてるとは思うんですけども、場合によったら、ここね、アメジストでもいいかもしれない。ダメージ減少率。はい。もうどうしてもドクターエレンはっていう方、ワンチャンアメジスト入れたら、ちょっと変わるかも。うん。これ結構裏技じゃないですか。もうなんかね、とりあえず赤の宝石入れとけみたいなとこありますけども、ワンチャンアメジストいいと思います。
はい。で、最後ですね。今回、まあちょっと全然関係ないんですけども、ライブ等でね、これ銀鉱石全然足らんねんおっさんってね、いうところで、おまけとして、今回銀鉱石めちゃめちゃ枯れるよっていうところ一箇所。これ、一日一回やるぐらいで、だいぶ変わるんじゃないかっていうところ、最後ご紹介して、終わりたいと思います。はい。それでは、どうぞ。はい。では早速ね、こちら銀鉱石取っていきたいと思います。はい。で、場所なんですけども、こちらね、破砕山脈。そして、場所の方は、熊野避難所かな。はい。こちらから少し飛んだところになります。今、ここ、京馬車道。はい。ずーっと上に行きまして、ここ。はい。熊野避難所。はい。こちらにまず飛んでください。で、今回、マップの、ここね、このちょっと上ぐらいから、ぐるっと回って、そのまま道なりにずーっと行きます。はい。で、道なりに行って、で、ところどころ、鉱石があるんで、発掘、採掘してください。で、この道なりずっと行きまして、で、今回結構、必ず出るんじゃなくて、ランダム的には出るので、そこだけ注意してください。で、このまま道なりに進んで、この上の、ここのスポットも出ます、一応ね。はい、上に登って降りて、で、次は左、はい、下に行って、そのまままた道なりにずっと行って、はい、ちょうどこの先ぐらいで、まあ最後フィニッシュかなという形になります。はい、所要時間めっちゃすぐなんですけど、ただ今回ちょっとね、難易度ティア4でいっちゃってるんで、めっちゃ敵に絡まれましたけど、まあめんどくさい方は難易度下げてやってみるのがいいんじゃないかなと思います。はい、では上に行って、はい。で、必ず毎回そこにあるわけじゃないので、それだけ注意してください。ということで、こういう形でゲットしていきます。はい。で、このまま道なりに進みます。はい。で、今回、めっちゃ敵に絡まれたんで、なんか若干あっちゃこっちゃ行ってたりもしますが、はい。こういう感じで道なりに進んでいってください。はい、ありました。で、またこのまま道なりに進みます。はい、ありました。はい、ありました。はい。はい、ありました。はい、道なりにまた進んでいってください。はい、ありました。で、途中ね、このギャローバインも結構あるんで、まあよかったら適当に拾ってもいいんじゃないでしょうか。はい。で、ここね、ちょっと拾っちゃいましたけど、ここもありますので、はい。ここも回ってください。はい。で、このまま下に行って、あとここはね、左にずっと行くだけですね。で、この先のね、まあ、山脈というか割れてるところ、一応あっちゃこっちゃに、鉱物出てる時があるんで、まあ、その辺はぐるっと見渡すのがいいんじゃないかなと思います。はい。で、という形で、ここがほぼほぼゴールですかね。はい。この辺りはぐるっと回って、1箇所か2箇所ぐらいは、はい、鉱物あると思うんで、なければこの辺で、はい、フィニッシュとしてください。はい、今回、だいたい40個ぐらいかな。はい、1回で拾えました。で、これ、各ね、キャラクター別となってますので、いっぱい欲しい方はいっぱい回ってください。はい、いつもご視聴ありがとうございます。よろしければ、ぜひ、チャンネル登録、Twitter のフォローもよろしくお願いします。じゃあ皆さんまたライブでお会いしましょう。バイバーイ。